こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金として早期再就職支援と助成金をご紹介をしていきたいと思います。以前は別の名称の助成金でしたけれど、今現状は名称が変わっております。そしてなぜこの助成金をご紹介するかと言いますと、昨今の人手不足といった状況があるかと思います。なかなかですね、新卒採用が厳しくなってきている中でですね、新卒採用、そして新卒以外の採用に関しての採用戦略を見直す企業が非常に増えているといった状況の中で、中途採用を見直す企業も増えてきていると感じております。そして中途採用ですね、今後強化をしていく中で、この早期再就職支援と助成金を活用してもらえればと思って解説をさせていただきます。今回の概要ですけれど、まずは変化する採用市場について見ていきたいと思います。人手不足の中でも企業は人材確保をしなければいけないという選択に迫られているという中で、各会社でですね、苦慮している採用ですけれど、こちらどのような変化があるのかといったところを少し見ていきたいと思います。その上で、早期再就職支援と助成金、いくつかコースがありますけれど、まずは全体の概要について解説をして、この中で今回特にご紹介をしたいのが、中途採用拡大コースになります。こちらを説明をして、最後に注意点とまとめという形になります。近年の採用動向について見ていきたいと思います。統計データによりますと、正規社員が不足をしていると感じている企業はもうすでに 50% を超えているという状況になっております。一方でですね、人手不足と言われる中で、就業者数というのは過去最高を更新をして、その背景には女性、そして高年齢者の社会進出、そして雇用継続というのがあるかと思います。ただ一方で大学側もですね、大学全体で初の定員割れというのを起こしたばかりな状況。またその経営状態を見ると、かなりの大学で経営が悪化して危険な状態にある。ここに関しても政府が支援をしていくという形で乗り出していると状況になっております。このような状況の中で、会社で出す求人をどれくらいの企業が充足をしているかと言いますと、求人充足率というのは6割台にまで低下をしている中で、企業は早期に有料な人材を確保しようということで、新卒採用の早期化というのがどんどん早まっているという状況になっております。その結果、さらに起きたのが、インターンシップというところになってきます。インターンシップにつきましては、大手が多かったんですけれど、インターンシップ制度の変更というのがありました。こちらは以前動画でご紹介をしておりますけれど、その結果、大企業のみならず、最近は中小企業もインターンシップに参入をしてくるというところが多くなってきているという状況。その目的はですね、優秀な人材の早期確保というところ、また入職後のミスマッチを防止するというところ、こういったところを踏まえてインターンシップに乗り出してくる企業が非常に増えてきているという状況。またこの新卒採用の早期化、インターンシップへの参入を含めまして、就活等におけるセクハラ問題というのもまた社会問題となってきております。こちらはですね、男女雇用機会均等法の改正が検討されておりまして、雇用されていない新卒、いわゆる就活生、そしてインターンシップ生に関しても、セクハラの対象にして、法の規制をかけていこうという動きがあります。一方で、その他の企業として、人材戦略として、中途採用へ切り替えていくという企業も増えてきております。民間企業の調査によりますと、
一定の中途採用率というのは一定規模の会社では公表しなければいけませんけれど、2022年の平均では 23.1%、2023年では 23.6%、2024年では 23.7% と中途割合の企業が増えてきているという状況で、徐々にですね、新卒の厳しい状況から通年採用、中途採用に切り替えていく会社も増えてきているというふうに判断ができるかと思います。そのような中で今回ご紹介をするのが、早期再就職支援等助成金になります。全部で4つのコースがあります。まずは再就職支援コース。こちらは企業の事情によって離職を余儀なくされる方の早期の再就職の支援を目的としたものになってきておりますけれど、例えばですね、民間の職業紹介事業者への委託ですとか、求職活動のための休暇の付与、そして再就職に資する訓練などの実施において助成金を支給するといったもの。一方でそれらの方を受け入れる側としては受け入れ支援コースというのがありまして、こちらはですね、一定の期間ですね、定めの3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合、そして継続雇用することが確実である事業主に対して助成をするものになっておりますが、こちらはパブリックコメントの方であまり使われていないし廃止がという意見がありまして、今後廃止をされる可能性があるかなというふうに考えております。実際利用実績も少ないようではあります。またその他にですね、UIJ ターンコースということで、地方の人材不足解消と移住者の定住促進を促すためのコースということで、都市部から地方に移住する労働者を雇用した企業に支援する助成金というのを設けられております。そして最後に中途採用拡大コースというのがあります。こちらが今回のメインになってきますけれど、中途採用の拡大等に取り組む企業への支援をするコースになっておりまして、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対して助成をするものとなっております。今後ですね、採用戦略、中途に力を入れていこうという企業はですね、この中途採用拡大コースを活用してもらえればと思います。では、具体的にどのような内容なのかと言いますと、大きくは2つ、細かく分けると3つになってきますけれど、まずは中途採用者の雇用管理制度を整備すること、そして中途採用を実際に拡大すること、ここまでが全ての企業に共通する内容でありますけれど、その他3つ目としては、常時雇用する労働者の数が300人を超える企業というのは、さらに中途採用率も公表しなければいけないというプラスの要件が設けられております。この中途採用拡大コースにつきましては、大きく2つのコースが設けられております。どちらもですね、中途採用率を20ポイント以上アップさせるという条件ではありますけれど、中途採用率アップさせるので助成金50万円の A コース。さらにですね、そのうち45歳以上の方の中途採用率をさらにアップさせるといった場合の45歳以上の中途採用率の拡大では助成金額が100万円という形になっておりまして、中途採用率20ポイントアップは共通ですけれど、さらに B コースにおいては45歳以上の労働者の中途採用率を10ポイント以上アップさせる。なおかつ前職と比べて賃金を 5% 以上アップさせる。その場合は B コースとして助成額が100万円支給されるという状況になっております。そしてこのコース具体的な要件と取り組み内容ですけれど、まずは中途採用計画の提出が必要となってきております。具体的には中途採用者の雇用管理制度ということで、労働時間や処遇制度、福利厚生などを定めたもの、そして中途採用の拡大として、その職種、予定の時期、部署、モデルキャリアなどを記載をして、中途採用期間を計画
間は1年間という形になっております。こちらを提出していただいて、実際に中途採用を実施をするという形になりますけれど、2名以上の雇い入れ、なおかつ先ほども説明しましたけれど、中途採用率20ポイント以上アップというのが必須の要件。さらにですね、45歳以上の B コースになりますと、さらに特有の要件もあります。この中途採用率というのは、計画作成前3年間の中途採用率と、中途採用計画期間中の中途採用率を比べた時のポイントという形になります。これらを実施していただいて、支給申請という形になりますけれど、中途採用計画期間終了の翌日から8ヶ月以内に支給申請をしていただくという形になっております。最後に注意点とまとめになりますけれど、キャリアプランの検討ですね。採用にあたり入職後のキャリアプランというのもしっかり検討をしてください。採用だけではなく、その後の定着、育成というところも考えて、研修制度につきましては、人材開発支援助成金等もありますので、それらを活用してさらなる成長を促してほしいと思います。また、中途採用の、従業員が定着しない理由というのがあります。男性、女性、少し順位は違いますけれど、やはり給与の額が少ない、また人間関係が好ましくない、労働時間、休日との労働条件が悪い、こちらがいずれもトップ3に入っておりますので、こういったところの改善も必要かと思います。入職後の定着のためにも、労働時間、休暇の現状の見直し、そして働きやすい職場づくり、ダイバーシティ経営を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。